こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Power BI 点リレーションの管理についてお送りします。最初にリレーションとは何かについて説明します。リレーションとは異なるテーブルをキー項目で紐付け、テーブル間の関係性を定義する設定のことです。このリレーションを使用すると、異なるテーブルを使用したテーブルやグラフを作成することができます。こちらのスライドでは、左のテーブルと右のテーブルで共通する視点コードを使用して下のような2つのテーブルのフィールドを使用した新しいテーブルを作成することができます。リレーションにはいろいろな種類があります。1対1のリレーションでは、両方のテーブルとも1位の重複のないデータを持つ列同士で列を関連づける方法です。1対多および多対1のリレーションは、一方は1位の重複のないデータを持つ列で、もう一方は重複のある列を関係づける方法となります。また、多対多のリレーションでは、両方の列に重複する値が含まれる可能性がある列同士を関連づける方法となります。今回は1対1と1対多のリレーションについて解説します。それでは1対1のリレーションについて説明していきます。最初にデータを読み込む方法について説明します。Power BI を起動し、新規よりレポートを選択します。そして、レポートビュー、Excel からデータをインポートするの順に選択していきます。そして、今回使用するリレーション演習用データを読み込みます。このデータは YouTube の説明欄にノートのアドレスを掲載していますので、そちらよりデータを取得してください。次に、ナビゲーターより売上1と視点マスター1をチェックします。そして、読み込みボタンを押します。この操作を行うと Power BI にこの2つのデータが取り込まれていることを確認することができます。視点マスター1のデータ内容は上の図のように視点コードと視点名より構成されていることがわかります。また、売上1では視点コードと売上項目により構成されています。両者は視点コードが共通したキー項目となっています。1対1のリレーションについて説明します。このリレーションは、両方のテーブルに共通する項目がある場合に使用でき、両テーブルでキー項目が1対1に対応するレコード構造を持つ場合に使用していきます。ここでは、視点コードが1対1に対応していることがわかります。このリレーションを用いると、下の図のように左のテーブルの視点コード、視点名と、右のテーブルの売上を連結したテーブルを作成することができます。先ほどの読み込まれたデータをモデルビューで表示したものがこのスライドとなります。Power BI ではデータが読み込まれると自動的にデータの構造を解析しリレーションを作成してくれます。売上1と視点マスター1の間に視点コードキー列としてリレーションが作成されていることを確認することができます。連結線の真ん中にあるマークをクリックすると右の図のようにプロパティにリレーションの属性が表示されます。ここではテーブル売上1の隣に視点コードと書かれていますが、これが連結列キー項目を表します。その下のカーディナリティというのは連結の方向を示します。ここでは1対1と表示されています。そしてその下のテーブルは視点マスター1で連結列が視点コードであることを示しています。その下のこのリレーションシップをアクティブにするとあるのは作成されたリレーションを有効にするかを示します。また、クロスフィルターの方向は双方向でどちらのテーブルよりも参照可能なことを示しています。リレーションが作成されると、この関係性を用いて新しい表を作成することができます。レポートビューにおいて新規にテーブルを作成した例を示します。左に元々のテーブル、マスター1と売上1を示しています。そして右側にマスター1より視点コード、視点名を、売上1より売上を選択しテーブルを表示すると右のような連結されたテーブルを作成することができます。それでは1対1のリレーションを作成してみます。まずデータを Excel ブックより読み込みます。リレーション演習用データ、これを読み込んでいきます。こちらは説明欄のノートの方のリンクから
ダウンロードしてください。先にこちらの方ですね、売上1と視点マスター1、これをクリックして読み込みます。で、これ読み込んで、いますね。で、読み込みが完了すると、こういう風な形で、データが読み込まれました。で、データを確認するのはテーブルビューの方にしてやって、こちらの方ですね、クリックすると確認することができます。それではこれをもとに視点コードをもとにリレーションを作成していきますが、両方のテーブルに、こういうふうに視点コードがありますので、自動的にリレーションですね、が作成されています。こういうような形になってますね。で、ここをこうカーソルを合わせると、こちらの方の視点コードで1対1対応のリレーションが作成されていることが分かります。もうこの場合はもう動かさなくてそのままで結構です。それではレポートにこれを使ってテーブルを作ってみましょう。で、このテーブルにこちらの方から視点コード、視点名、そして売上をクリックします。そうするとこういうような形で、視点マスターと売上1の売上項目が合体した表ができました。こういう形で使うということですね。これが1対1対応のリレーションとなります。次に1対多のリレーションについて説明します。このリレーションは2つのテーブルをキー列を使用し、一方は1位の重複のないデータを持つ列で、もう一方は重複データのある列を関連させる方法です。この例では、視点コードと視点名より構成されるデータと、視点コード、日付、売上で構成されるデータを連携させる場合が1対多のリレーションに該当します。このリレーションを使用して、下の図のように、日付、売上、視点コード、視点名を表示させることができます。それではデータを読み込んでリレーションを作成してみましょう。最初に、レポートビューをクリックし、次いで、ホーム、Excel ブックの順に選択します。そして、リレーション演習用データを開きます。次のナビゲーターで、視点マスター2、売上2を選択し、読み込みを行います。すると Power BI のデータウィンドウに、これらのデータが読み込まれたことを確認することができます。モデルビューに、画面を変更すると自動的に作成されたリレーションが表示されます。このままでは、リレーションが分かりにくいので整理して使用します。売上2と視点マスター2を下側にドラッグし移動します。そして自動的に連結された不要なリレーションを連結線の上で右クリックし削除を行っていきます。次に、売上2の視点コードを視点マスター2の視点コードにドラッグ&ドロップするとこの図のようにリレーション線が作成されます。リレーションの中央のマークをクリックすると、プロパティが表示されます。このプロパティのカーディナリティを見ると、多対1であることを確認することができます。つまり、視点マスター2が1、それに対して、売上2が他の関係であることを示しています。またリレーションの編集を行いたい場合は、連結線の中央のマークをダブルクリックします。すると、このようにリレーションの編集画面となります。他のリレーションシップを使用している場合、この画面を表示すると、リレーションシップがアクティブになっていない場合があります。この時リレーションを使用したテーブルを作成するとエラーとなることがありますので、このリレーションシップをアクティブにするのチェックが行われているかどうかを確認してください。
こちらに今回作成した1対多のリレーションを用いたテーブルを示します。右のテーブルが視点マスター2と売上2より作成したものです。マスター2より視点コードと視点名、売上2テーブルより日付と売上を選択しています。この時、日付は規定では階層化されたデータを表示しますので、日付フィールドを右クリックして日付にチェックを入れてください。以上で1対多のリレーションの説明を終わります。それでは次に1対多のリレーションを作成します。まずデータを読み込みます。データ取得で、Excel ブックを選びます。そして先ほどのリレーション演習用データを読み込みます。この時ですね、読み込むデータが視点マスター2、そして売上2を選びます。それで読み込みを行います。そうするとこういう形で、視点マスター2、そして売上2が読み込みました。で、データを見るのはこちらの方ですね。テーブルビューにしてあります。そして、視点マスター2の方ですね。これを選びます。そうすると今3つの視点名が表示されました。で、売上2の方を表示すると、こういうふうに、今6個のデータがこういう形で日付別に入っています。これをリレーションを作るんですけども、自動的に判断されて、こういう形で、表示されています。で、こちらの方ですね、ちょっと整理しましょう。こちらの方、ちょっと下に移動します。で、もう一つのデータ、売上2がこういう形で表示されてます。で、ここで自動的にこういう形でリレーションができてるんですけども、これをですね、組み替えをやっていきます。ここの部分のリレーションを右クリックして削除します。そしてこちらの方も削除します。そしてこちらとこちらはですね、視点コード同士で、こういうドラッグアンドドロップをします。そうするとリレーションが作成されました。これが1対多の、リレーションですね。これを使ってテーブルを作っていきましょう。で、2ページ目に作っていきます。ページ2にしてやって、こちらの方に、テーブルを作ります。ここで、視点マスター2の視点コード、視点名、そして売上という日付、売上というふうな形で、いくとこういうような形で、結合された形でできるんですけども、こちらが今が年月日の方が階層化されてますので、これを、こちらの方ですね、日付の方をクリックしてやって日付にします。そしてこちらの方も合計値が出てますので、ここですね、売上の合計の方をクリックして、集計しないをクリックしてやると、こういう形でまとめることができます。で、もしもここでエラーが出るようでしたら、こちらのモデルビューの方にしてやって、こちらの方をですね、ダブルクリックしてみてください。そうするとこういうような形でリレーションの編集ができます。この時ですね、リレーションをアクティブにする、これが外れていることがありますので、これをオンにしてやってください。そして OK すると、
リレーションがアクティブになって、こっちの方が正常に、表示されるということになります。